おむすびころりん。昔々、あるところに、優しいおじいさんとおばあさんがいました。ある日、おじいさんは山へ仕事に行きました。お昼になりました。おじいさんはおばあさんが作ったおむすびを食べようとしました。その時です。おむすびが一つ手から落ちてしまいました。おむすびはコロコロコロリンと転がって地面の小さな穴の中に落ちてしまいました。穴の中からかわいい歌が聞こえてきました。おむすびコロリン、すっとんとん。おじいさんはびっくりしましたが、とても面白いと思いました。そこでもう一つおむすびを穴に投げました。するとまた歌が聞こえてきました。おじいさんが穴の中を覗くと、おじいさんも一緒に穴に落ちてしまいました。そこはたくさんのネズミが住んでいるネズミの国でした。おじいさん、おいしいおむすびをありがとうございました。ネズミたちはおいしい料理とダンスでおじいさんを歓迎しました。おじいさんが帰るとき、ネズミたちはお土産ですと言って小さな箱をくれました。家で開けると中にはたくさんのお金や宝物が入っていました。隣の家に意地悪なおじいさんがいました。優しいおじいさんの宝物を見てとても羨ましくなりました。わしも宝物が欲しい。すぐにネズミの穴へ行こう。意地悪なおじいさんは山へ行き、わざとおむすびを穴に投げました。おむすびコロリン、すっとんとん。歌が聞こえると、意地悪なおじいさんは、宝物はわしのものだ、と言って、穴の中に飛び込みました。ネズミの国に着くと、ネズミたちが料理を準備していました。しかし、意地悪なおじいさんは思いました。ネズミを驚かせて、ここにある宝物を全部盗もう。おじいさんは、にゃーと大きな声で猫の鳴き真似をしました。びっくりしたネズミたちは、急いで電気を消して逃げてしまいました。穴の中は真っ暗になり、おじいさんは出口がわからなくなってしまいました。意地悪なおじいさんは、真っ暗な中を歩いて、やっとの思いで家に帰りました。もちろん、宝物は一つもありません。欲張るのは良くないことですね。優しいおじいさんとおばあさんは、その後もずっと幸せに暮らしました。おしまい、おしまい。この後、お話が文字で表示されます。同じスピードで読みますので、一緒に読んでみてください。おむすびコロリン。昔々、あるところに優しいおじいさんとおばあさんがいました。ある日、おじいさんは山へ仕事に行きました。お昼になりました。
おじいさんはおばあさんが作ったおむすびを食べようとしました。その時です。おむすびが一つ手から落ちてしまいました。おむすびはコロコロコロリンと転がって地面の小さな穴の中に落ちてしまいました。穴の中からかわいい歌が聞こえてきました。おむすびコロリン、すっとんとん。おじいさんはびっくりしましたが、とても面白いと思いました。そこで、もう一つ、おむすびを穴に投げました。すると、また、歌が聞こえてきました。おじいさんが穴の中を覗くと、おじいさんも一緒に穴に落ちてしまいました。そこは、たくさんのネズミが住んでいるネズミの国でした。おじいさん、おいしいおむすびをありがとうございました。ネズミたちは、おいしい料理とダンスでおじいさんを歓迎しました。おじいさんが帰るとき、ネズミたちは、お土産です、と言って小さな箱をくれました。家で開けると、中にはたくさんのお金や宝物が入っていました。隣の家に意地悪なおじいさんがいました。優しいおじいさんの宝物を見て、とても羨ましくなりました。わしも宝物が欲しい。すぐにネズミの穴へ行こう。意地悪なおじいさんは山へ行き、わざとおむすびを穴に投げました。おむすびコロリン、すっとんとん。歌が聞こえると、意地悪なおじいさんは、宝物はわしのものだ、と言って、穴の中に飛び込みました。ネズミの国に着くと、ネズミたちが料理を準備していました。しかし、意地悪なおじいさんは思いました。ネズミを驚かせて、ここにある宝物を全部盗もう。おじいさんは、にゃーと大きな声で猫の鳴き真似をしました。びっくりしたネズミたちは、急いで電気を消して逃げてしまいました。穴の中は真っ暗になり、おじいさんは出口がわからなくなってしまいました。意地悪なおじいさんは、真っ暗な中を歩いて、やっとの思いで家に帰りました。もちろん、宝物は一つもありません。欲張るのは良くないことですね。優しいおじいさんとおばあさんは、その後もずっと幸せに暮らしました。おしまい、おしまい。この後は、速いスピードでもう一度お話を読みます。聞き取れるかどうかチャレンジしてみてください。おむすびコロリン。昔々、あるところに優しいおじいさんとおばあさんがいました。ある日、おじいさんは山へ仕事に行きました。お昼になりました。おじいさんはおばあさんが作ったおむすびを食べようとしました。その時です。おむすびが一つ手から落ちてしまいました。おむすびはコロコロコロリンと転がって地面の小さな穴の中に落ちてしまいました。穴の中から
かわいい歌が聞こえてきました。おむすびコロリン、すっとんとん。おじいさんはびっくりしましたが、とても面白いと思いました。そこで、もう一つ、おむすびを穴に投げました。すると、また、歌が聞こえてきました。おじいさんが穴の中を覗くと、おじいさんも一緒に穴に落ちてしまいました。そこは、たくさんのネズミが住んでいるネズミの国でした。おじいさん、おいしいおむすびをありがとうございました。ネズミたちは、おいしい料理とダンスでおじいさんを歓迎しました。おじいさんが帰るとき、ネズミたちは、お土産です、と言って小さな箱をくれました。家で開けると、中には、たくさんのお金や宝物が入っていました。隣の家に、意地悪なおじいさんがいました。優しいおじいさんの宝物を見て、とても羨ましくなりました。わしも宝物が欲しい。すぐにネズミの穴へ行こう。意地悪なおじいさんは山へ行き、わざとおむすびを穴に投げました。おむすびコロリン、すっとんとん。歌が聞こえると、意地悪なおじいさんは、宝物はわしのものだ、と言って、穴の中に飛び込みました。ネズミの国に着くと、ネズミたちが料理を準備していました。しかし、意地悪なおじいさんは思いました。ネズミを驚かせて、ここにある宝物を全部盗もう。おじいさんは、にゃー、と大きな声で、猫の鳴き真似をしました。びっくりしたネズミたちは、急いで電気を消して逃げてしまいました。穴の中は真っ暗になり、おじいさんは出口がわからなくなってしまいました。意地悪なおじいさんは、真っ暗な中を歩いて、やっとの思いで家に帰りました。もちろん、宝物は一つもありません。欲張るのは良くないことですね。優しいおじいさんとおばあさんは、その後もずっと幸せに暮らしました。おしまい、おしまい。日本の昔話はどうでしたか？もし気に入ってくれたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。また、次回のお話でお会いしましょう。